7日目です。この日もマック食って出かけます。すごい量の張り紙。トンデムンデザインプラザにやってきました。この DDP は2014年に建てられ、イラク出身のザハ・ハディッド氏が設計しました。このザハ・ハディッド氏は一度決まりながらも白紙撤回された日本の新国立競技場のデザインも担当しました。日本でもこんなアイコニックな建物見てみたかったなぁ。DDP は大きく分けて5つのエリアでデザインビジネス拠点、デザインラボ、大型物押物場、アートホール、デザイン発信展示のミュージアム、買い物エリア、デザインマーケット、トンデムン歴史文化公園から構成されています。時間がなかったのであまり見られなかったが、今度はゆっくり見たい。DDP の向かいにあるカポフットボールストアにやってきました。カポは韓国最大級のサッカー専門店で、日本でいうカモみたいな感じかな。しかも名前も似てる。1階はナイキのフロア、2階はスパイク、3階はウェア。各階の階段にはパクチソン、キムジンスのスパイク、スーパースター、ソン・フンミンのサインボール。4階はユニフォームエリア。もちろん韓国代表のユニフォームもあります。ちょうどこの時はプーマと契約する K リーグのチームの展示をしていました。この中だとスーウォン・サムスンがお気に入りかも。カポのスパイクもあるんだね。そして5階に上がるとカポグラウンドというラウンジになっていて、サッカーファンにとってはたまらない空間。先ほど紹介したプーマの展示。韓国もやっぱり日本と違って見せ方が上手。もうこの棚家に欲しい。韓国の選手も水野が人気みたい。この F50 懐かしすぎる。ウルサンでも本ミョンボはやっぱりかっこよかった。本当に見るだけでも楽しめるカポフットボールストアでした。DDP からトンデムンまで歩いてきます。トンデムンは正式名称フンインジムンで、朝鮮時代初期の1396年に建てられ、その後1869年に改築され、現在の姿になりました。現在トンデムンといえばショッピングというイメージですが、このトンデムン自体も国宝に次ぐ文化財の宝物の1号に指定されています。続いてソウルの5大古宮の一つ、チャンドックンにやってきました。チャンドックンは1405年にキョンボックンの離宮として建てられました。チャンドックンも他の古宮と同様、トンファムンを除き焼失しましたが、他の古宮よりも保存状態が良く、当時の建築様式を残しており、建築と自然の調和が美しいことから、ソウルの古宮で唯一世界遺産に登録されています。このインジョンジョンはチャンドックンの正殿で、ここで国の重要な行事が行われました。
中を見てみると赤、緑、黄色の鮮やかな色彩が印象的で、カーテンやシャンデリアなど西洋的な印象も受けます。次に青い瓦が特徴的なソンジョンジョンです。ここでは王が日常的な政務を行いました。今回1週間以上韓国に行きましたが、初めてこのような韓国の歴史を感じるような場所に来られたので、かなり興味深かったです。韓国の時代劇の世界に紛れ込んだみたいでワクワクする。見たことないけど。この色使いとか細かい部分を見ると、やっぱり日本とは違う国なんだなぁと思いました。この日は行けなかったけど、チャンドックンには自然豊かな公園があるみたい。建物だけではなく、韓国の庭園も見てみたいので、チャンドックンまた訪れたいし、今度はキョンボックンも行ってみたい。ソウルワールドカップスタジアムにやってきました。ソウル中心部から地下鉄で約30分で、日本の国立競技場のような立地で、6万9,000人収容とアジア最大のサッカー専用スタジアムです。このスタジアムはショッピングモールも併設されており、試合のないこの日も多くの人で賑わっていました。ワールドカップスタジアムって響きがかっこいいよな。スタジアムに併設されているサッカーミュージアム、フットボールファンタジウムに来ました。キム・ミンジェ、入り口なのに守り固めてどうする？今は亡き日本のサッカーミュージアムを思い出してワクワクするね。ちょうど訪れた時は2002年日韓ワールドカップから20周年を記念した展示 To be continued を行っておりました。そうです。ワールドカップです。自分は2000年生まれなので、日韓ワールドカップの記憶が一切ないので、本当に経験したかった。ワールドカップ見に来て。この To be continued では、いろんなアーティストたちが作品を通して2002年の韓国の熱狂を表現しています。フットボールとアートという組み合わせ。これめちゃくちゃ面白い。イタリア戦の審判の作品も一つぐらい作れよ。改めて韓国はサッカーというものの見せ方がうまい印象をすごく感じる。いやー、ヒディングかっこよ。サッカーミュージアムがなくなった今、共にワールドカップを開催した日本では、このワールドカップの熱狂を感じられるところはない中で、韓国にはこんな素晴らしい施設があるということに、本当羨ましく感じた。韓国という国のサッカーを後世に伝えていくという強い意志や、代表は国民の誇りであるということを強く感じました。全国民の憧れ、誇り、ヒーローであるはずの代表チームが、日本人の自分にとってはそういった存在ではなくなっているということに気づき、かなり悲しくなりました。本当にサッカーを愛する日本人でさえも、ハリル解任以降、昔のような日本代表に関する関心はなくなっているように感じます。国民性の違いもあるとは思いますが、20年前の
代表チームの栄光をここまでに誇らしく思える韓国国民が非常に羨ましく悔しかった。4年に一度ではなく常に関心を引きつける強い日本代表になってほしい。隣国であると同時にライバルチームの歴史を感じて刺激を受けるいい機会でした。ミュージアムの外にはこういった代表チームのグッズショップもあります。スタジアム併設のショッピングモールには映画館もあり、しっかりスラムダンクやってました。外に出るとここを本拠地とする FC ソウルの超立派なショップとカフェ。試合がない日でもチームを感じることができるヨーロッパのスタジアムに来たみたいでテンション上がる。こんなとこにもお土産を探しにミョンドンに来ました。スタバでフラペチーノを頼んだら半分以上ホイップ。BTS の安売り。疲れたので帰ります。最終日です。ソウルで泊まったコアサKヒル級の宿を紹介します。トイレとシャワーが一体となった韓国ではよくあるタイプの宿。初日はありえないぐらい怖かったけど、2日目からは爆睡。ありがとう、イテウォンイン。パリのシャルル・ド・ゴール空港を思い出すおしゃれなノッサピョン駅。それでは空港に向かっていきます。今回7泊8日でプサン、テグ、ソウルと旅してきましたが、ソウルの観光をそこまでできなかったのが少し後悔。まあでも東京から約3時間で行ける日本から一番近い海外なので、またいつか訪れたい。インチョン国際空港に到着。2時間前に着いたけど、搭乗手続きがかなり時間かかってバタバタ。残りのウォンでジュース買って、なんとか飛行機に間に合いました。最後にこの旅を振り返ります。まずはプサンへ。サムギョプサルうめ。ヘウンデ、いい街だったな。韓国のマチュピチュ、カンチョンムナマウル。ちょっと怖かったソンド海上ケーブルカー。プサンタワーとプサン X ザスカイでプサンの街を一望。圧巻ザベイ101。結局激辛だったフグ料理。プサンの海を楽しむヘウンデブルーラインパーク。バリスタ世界チャンピオンのお店モモスコーヒーで幸せ。そしてテグへ。まさかの完売、幻のテグ FC 観戦。急遽ウルサンで K リーグ観戦。サポーターの熱狂に心を動かされた。そしてソウルへ。バスケ KBL 観戦。韓国最強チームアニャン KGC の強さを体感。そして恐怖の宿。
目の前は北朝鮮 DMZ へ。休戦中の現実をこの目で見ることができた。近未来トンデムンデザインプラザ。韓国の歴史に触れるチャンドックン。2002年韓国の熱狂フットボールファンタジウム。本当に充実した旅。カムサハムニダ韓国。